前回クッキングノートのレシピより丸ガトニースープを作った時に現代版のレシピと一緒に作ってみたらカメラの電池切れで撮影失敗。残念ながら現代版の方は紹介できませんでした。でも何度でも作りたくなるほど美味しかったのですぐにリベンジご紹介いたします。これはいつもと違うカレーを食べたい時に作りたい超おすすめレシピですね。お楽しみに。それでは今日は前回作りましたマルガトニースープの現代版マルガトーニスープを作っていきたいと思います。とっても美味しかったですね。これ玉ねぎから先に剥いていきます。大きめのみじん切りにします。はい、りんごの皮も剥きます。このりんごがすごい役目をしてましたね。前回作って食べてみて思ったのは砂糖が入ってないのに甘いんですね、カレーが。フルーツは料理に上手に使うと本当に絶妙な味になりますね。ポークハワイアンもそうでしたけど美味しかったです。今日2個使います。2個いきます。細かくサイコロに切っていきます。はい、りんごも取っておきます。玉ねぎと同じボウルでいいです。置いときます。はい、じゃがいもも同じように細かく切ります。これも同じボウルでいいですね。鶏肉骨を外していきます。これまたこっちの骨がついてるやつですね。スープストック作りますね、これでね。アスカが匂いを嗅ぎつけてやってきました。悪いけど鶏の骨は犬食べると骨が刺さって大変なことになるのであげられません。スープストック行きです。鶏ももの骨の外し方はチキンのマレンゴ風の動画で説明していますのでどうぞご覧ください。このレシピもかなりの美味しさでしたのでぜひお試しください。はい、一口大に切っていきます。はい、これをバターで炒めていきます。はい、火をつけて分量の水を沸かします。お湯が沸いてきましたら固形ブイヨンを溶かしときます。2個入れます。スープストックで作っても構わないです。火を止めます。これは置いときますね。で、鍋を変えて、
はい、それでは鍋に火をつけてバター入れます。はい、鶏肉入れます。下まで強火でいいですね。はい、全体に色ついてきましたら、これを一回皿に取っときます。それではりんごと玉ねぎとじゃがいも入れます。これで1分少々焼きます。はい、そしたらカレー粉入れていきます。これでさらに2分ぐらい炒めます。じゃあ鶏肉戻します。小麦粉入れます。ここへスープストックか水にブイヨンを溶かしたのを徐々に入れてダマにならないようにしていきます。鍋を近づけて少しずつ小麦粉がダマにならないように慌てず少しずつ混ぜていきましょう。はい、全部入れていきます。塩を入れます。ピンク岩塩ですね。胡椒を振ります。シンコピミエンタス5種類の胡椒も振りましょう。それでは弱火にします。蓋をして4、50分煮ます。少し隙間あっていいですね。はい、40分経ちました。ここに米入れていきます。外米ですね。パラグアイの米です。こういう時は日本米じゃない方が合いますよね。ウスターソース入れます。時々混ぜないと米がこびりつきますので注意してくださいね。お米が柔らかくなるまで20分ほど煮込みます。胡椒をちょっとだけで、塩も少しだけ入れましょう。レモン絞って入れますね。
で、生クリームを分量の3分の2だけまず入れます。あとの3分の1は食べる前にお皿の上にかけます。はい、もうすぐ煮立ったら完成です。今日は下の息子の誕生日なんですね。これでお祝いしようと思います。息子は今大学生でピアノを勉強してます。YouTube でピアノも動画上げてますので、よかったら皆さんご覧ください。犬のためのセサミジャーキーの動画でピアノを弾いてます。それでは煮立ってきましたら火を止めてお皿に継ぎます。クラッカーのっけて生クリームをさっとかけてパセリを散らしてマルガトーニスープの完成です。